どうしたら相馬さんの作る曲のような誰かの心を震わせられる音になるんだろうか。相馬さんの作曲を手伝うことは自分の引き出しが増えていく感覚があってとても勉強になっている。でもまだ足りない。何が足りないのかそれだけでも分かれば。まずは自分が何を伝えたいのか、それを知ることが第一歩なんじゃないかな。何を伝えたいのか。ここ最近はアキトたちのおかげで自分の気持ちに注意深くなっていたつもりだったのに、まだ考えきれていなかったのかもしれない。俺は自分の曲にどんな気持ちを込めたいんだろう。相馬さんって本当に音楽が好きなんですね。え？まあそうだな。ずっと昔から身近にあったからね。昔から？ご両親が音楽をされていたんですか？やってるってわけじゃないんだけど、親がレゲエやジャズが好きで、家にいると四六時中流れてたんだ。だからその影響で俺も自然と音楽を聴くようになったんだ。最初にハマったのはポップスだったんだけどね。相馬さんは最初からストリート音楽というわけではなかったんですね。まあ俺もそうなんですが。本当にな、元クラシック少年。俺小学生の頃に楽器なんか買っちゃって自分で触ってみるようになってさ。独学だし飽き性だから全然上達しなかったけど、そのくらいの頃にビビットストリートに寄ってたまたま路上でラダーのライブを見たんだ。ラダー？ケンさんたちを路上で見たんですか？なあ、すごい人だかりができてて、とてもじゃないが素通りなんかできなかったよ。これまで聴いてきた音楽とは違う、突き刺すみたいな勢いで、こんな音楽があるんだって驚いたな。そんなに？俺がビビットストリートに来た頃にはもうケンさんたちは活動していなかったので羨ましいです。当時だって路上でやるのはかなり珍しかったらしいよ。それですげえ人数が集まっちゃって1曲だけで解散になってさ。すごいですね。さすがケンさんだ。ああ、本当にな。それにケンさんたちだけじゃなくて他のアーティストも客も街中が音楽で溢れてて、ここが俺の居場所だって感じですぐビビットストリートが好きになったよ。それで中学に上がってから俺もビビットストリートで歌い始めたんだ。そうだったんですね。遠野さんとも最初から組んでいたんですか？いや、最初は俺だけだったな。新と組んだのは音楽の授業がきっかけだった。音楽の？ああ、授業で他人に歌を聴かれるのって普通はちょっと恥ずかしいだろ。でもあいつ人に見られても全然気にしない感じでさ、歌はとにかく器用で、でもそれだけじゃなくて、なんていうかすげえセンスを感じたんだよ。それでこいつの本気の歌を聴いてみたいって思って声をかけたんだ。遠野さんは昔からそんなに存在感があったんですね。前から聞きたかったんですが、相馬さんと遠野さんはどんなチームだったんですか？最初は本当に遊び感覚で一緒にいるだけだったから、青柳くんたちに比べたら真剣さも熱意もなかったな。気ままに楽しくやってるだけって感じだよ。あ、でも強いて言うなら初日は大変だったかな。チーム名を決めるのでつまずいたよ。だってあいつ相馬が決めていいよなんて言うんだよ。めんどくさがってんの丸分かりでさ。チーム名か。アキトと2人の時はアキトが決めてくれたし、今の名前もスクワットを提案したのはあずさわだったな。3日間くらい考えて、風を切ってどんな道でも前に進んでいけるイメージでガーニーフラップって名前にしたんだ。前に進んでいけるイメージ。なんだか
相馬さんらしいですね。そう？はい、作曲のお手伝いをしていてそう感じました。あの曲も気持ちのいい疾走感がありますし。ああなんか照れるな。でも実際結構トントン拍子で俺たちは進んでいけたんだ。新たのおかげで活動を始めてすぐに名前を覚えてもらえるようになってさ。新たの音楽センスは俺の想像以上だったよ。ああいうのは天才としか言いようがないな。あいつは最初から客の心をつかむセンスが抜群だった。なんというかわかる気がします。そうかもしれないな。ひょうひょうとしてて何考えてるのかさっぱりわからないやつだったけど、隣で歌ってると本当に頼もしかったんだよ、あいつは。それで高校に上がってすぐだったな、俺たちの音楽が変わったのは。ラッドウィーケンドを見たんですね。ああ、あれは俺の人生を変えた本当に特別なイベントだった。俺は映像で見ただけだが、それでも特別な空気というのは強く感じた。会場にはお二人で行ったんですよね。うん。新たのことはまあちょっと強引に連れて行っちゃったけど、俺たちが入れた頃にはコルのフロアはもう人でいっぱいで最前列に行けなかったんだ。で仕方なく後ろの方で見ることにしたんだけど、出てきたナギさんがずっと無言で目つむってて、あれどうしたんだろうって思ってたんだけど、深いブレスの音がして歌い始めたら一気に空気が変わったんだ。ナギさんの歌が終わったらもうなんていうか叫ばずにいられなかった。周りもみんなそんな感じでコルが歓声で震えてるんだ。でも隣で見てる新は全然動かないんだよ。周りが歓声上げてんのにあいつだけは不気味なくらい静かでさ。一緒に伝説を作るよ。おーいって声かけたら新は学校でも路上でも見たことない顔でじっとステージを見てた。新があんなに熱くなってるとこなんて初めて見たからなんか驚いちゃってさ。遠野さんはそんな風にラッドウィーケンドを体感したのか。だが確かにナギさんたちは心の奥底から熱いものがこみ上げてくるような、そんなパフォーマンスをしていた。ラストにはケンさんとタイガさんが出てきて、ラダーの歌もとにかくすごかった。路上で初めて聞いた時とは全然違ったんだ。ラダーが連れてきてくれた音楽の世界であの日音楽ってここまでいけるんだって見せつけられた。同時にこのイベントを俺が超えなくちゃいけないって思った。ラッドウィーケンドを超えようって俺がそう言ったらあいつもいいねなんて笑ってくれてさ。ああ、遠野さんと初めて会った時に言っていたな。ラッドウィーケンドを超えるっていうのは俺の夢っていうよりそいつの夢って感じかな。相馬さんも俺たちと同じように本気でラッドウィーケンドを超えようとしていたんだな。あの夜から俺たちは音楽に本気になった。これから先の自分がどう生きていくかかっちりと決まったなって感じがしたよ。自分の生き方が決まったか。俺はあれを見て自分がどう生きたいか分かった。アキトも同じことを言っていました。そんくらいじゃなきゃ今日まで目指し続けてないよな。昔はそういうやつがもっと大勢いたんだけど、どいつもこいつも次は俺の番だって街中が熱くなっててどこにいても歌声がするんだ。相馬さんたちも
その中で歌っていたんですね。もちろん。とにかく場数を踏みたいって話し合って、路上も箱も関係なかったな。歌って歌って歌って、ひたすら歌って歌いまくったよ。もうクオリティなんか二の次で、俺も新も喉なんかいっちまってて、がなるようにしないと声が出ないんだ。それは相当な量の練習をしてたんですね。ああ。あの頃はとにかくがむしゃらで、無茶なことしたな。今になって思えば、よくあんな練習できてたなって思うよ。でも俺は、新となら、絶対にラッドウィーケンドを超えられるって信じられたんだよな。それに、本気になった新はさらにすごかったんだ。一緒に歌ってて、ガチって歯車がはまる感じがするっていうかさ。なんだか不思議と自分のことを見ているみたいだ。俺にも同じような経験があるからだろうか。すっごい気持ちよかった。やるじゃんバッドドッグス。俺にとってはあの時がその瞬間だったかもしれない。世界で初めて白石とあずさわと歌った時に、こんなにハマるものかと驚かされたな。俺たちもそれなりに満足のいくトラックが作れるようになったし、新たなパフォーマンスもどんどん良くなってさ、ビビットストリートでもいろんなイベントに呼ばれるようになってたんだ。お互い調子良かったし、多少壁にぶつかっても負けなかった。俺たちには追い風が来てる。俺たちは持ってるってそう思ってたんだけど、残念ながら俺は持ってなかったんだな。あ、で、ガーニーフラップは解散になったけど、今は新が俺の分も頑張ってくれてる。あいつはしっかり実力つけて戻ってきたし、青柳くんたちと一緒だからもう心配してないんだけどな。はい、ありがとうございます。相馬さんが自分の夢を遠野さんに託したこと、そして遠野さんがどんな思いでその夢を背負っているのか、今なら俺にもわかる気がする。だけど相馬さんはこんなにも音楽を愛していて、それならやっぱり自分で叶えたいと思っているんじゃ。いやー、すっかり日が暮れちゃったな。あ、本当ですね。手伝うはずだったのにすみません。いや、いいんだ。っていうかごめんな、青柳くんの勉強に協力できなくてさ。でも久々に新と組んでた時のことを思い出して楽しかったよ。俺の方こそ聞かせてくれてありがとうございました。お二人のことをもっと知ることができて嬉しかったです。これからも相馬さんの曲作りから学ばせてください。おう、こっちこそ手伝ってくれてありがとな。俺の曲か。相馬さんはただ音楽が好きなだけじゃない。昔も多分今でも強い気持ちで音楽と向き合ってる。俺も音楽と向き合ってどんな思いを音楽に込めたいのかを考えなければ。